は肉じゃがを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、肉じゃがを作っていきたいと思います。こちらですね、和食の定番レシピだと思うんですけれども、美味しく仕上げるコツなどをご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛の細切れ肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参、白滝、絹さや。具材はこちらの材料を使っていきます。まずお肉なんですけれども、今回牛肉を使っていきます。こちらはですね、豚肉で代用していただいても OK です。その場合もですね、細切れ肉などを使っていただくといいかなと思います。ただ少しね、脂身が多い方が旨味も出て美味しいので、ちょっとね、脂身が多めのお肉を選んでいただくといいかなと思います。そしてじゃがいもですね、こちらのじゃがいももお好みのものを使用していただいて OK です。今回は煮崩れしにくいメークインを使用していきます。ホクホク系がお好きな方は男爵芋などを使ってみてください。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、お酒、だしの素、蜂蜜、お水。今回はこちらの材料で味付けをしていきます。味付けのポイントはですね、蜂蜜ですね。今回は蜂蜜を使って甘みをつけていきます。蜂蜜を加えていただくとコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。ただ蜂蜜が使えない場合はお砂糖で代用してください。その場合はお好みで大さじ1杯から2杯ほどを目安に調整して入れてみてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきます。まずはじめにじゃがいもを切っていきたいと思います。野菜を切る時のポイントなんですけれども、野菜はですね、だいたい同じぐらいの大きさに切っていただくと煮えムラをね、なくすことができます。だいたいで大丈夫なので、できるだけ同じぐらいの大きさに切るようにしてください。では皮を剥いていきます。はい、で芽がある場合はね、くり抜いてください。では残りもね、同じように皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥いてください。そしたらですね、じゃがいもを乱切りにしていきます。だいたい一口サイズぐらいですね。そのぐらいの大きさで切ってください。はい、こんな感じで大きさをね、揃えてみてください。では残りもね、同じように切っていきます。はい、このように切ってください。そしたらこちらのじゃがいもはね、一度水にさらしてください。そして軽くアク抜きをしておきます。そしたらですね、このままだいたい5分ほど浸しておいてください。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。まず半分に切りましょう。あとはくし切りにしていきます。こちらも食べやすい幅でね、切ってください。芯の部分はね、切り落としておきましょう。半分に切ったらだいたい6等分ぐらいにね、切っていただくといいかなと思います。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いて人参ですね。こちらもまず皮を剥きましょう。はい、で人参もですね、同じぐらいの大きさに切っていくんですが、こちらをですね、まず半分に切って、そしてまた半分に切ります。縦4等分にします。そしたらあとはね、斜め半分に切りましょう。こんな感じです。こうしていただくとね、大きさを揃えることができると思います。人参はこれで OK です。続いて絹さやですね。こちらはですね、まず筋取りをしてください。こんな感じです。このね、ちょっと出っ張ってる部分ですね、このお尻の部分をちょっとポキッと折って、そうするとね、スーッと簡単に筋取りできます。筋取りが終わったらこちらをね、斜めに半分に切ってください。こんな感じです。絹さやはこのように準備しておきましょう。続いて糸こんですね。糸こんはこのように適当に広げて、あとはざく切りしていきます。だいたい 3,4 センチ幅ぐらいで切ってみてください。そしたらざるとボウルを用意して、そしてこの中に入れてください。こ
こにですねさっと熱湯をかけていきたいと思います。そうすることで白滝独特の臭み取りをすることができます。ちょっとひと手間なんですがやってみてください。このようにさーっと熱湯を回しかけてください。はい、でこれでしっかりとね湯切りしておきましょう。白滝の準備はこれで OK です。それでは続いてお肉ですね。お肉も大きさが大きいものはね切ってください。このように長いお肉とかをね適当に切りましょう。はい、牛肉はこれで OK です。ではね、こちらのじゃがいもも時間が経ったので水切りします。さっと水洗いして水切りしてください。じゃがいもはこれで OK です。それではですね、まず最初に具材を炒めていきます。軽く具材を焼いてから煮込むことでお野菜の旨味が出て美味しい仕上がりになります。じゃあまずはじめにですね、フライパンに何も入れない状態です。お肉を入れてください。油を引かずにこの牛肉の油を利用して軽く焼いていきます。そしたら火にかけましょう。火加減中火です。ちょっとねこのお肉を広げつつ焼いてください。やけどしないようにね注意しましょう。できるだけお肉が塊にならないように焼いてみてください。だいたいねお肉に8割ほど火を通してください。はい、 OK です。このぐらいね火が通ってれば OK です。そしたらこちらのお肉は一度取り出してください。油を切って取り出してください。一旦ねお肉を取り出すことでお肉が柔らかく仕上がります。このフライパンの中には牛肉の旨味だけを残しましょう。はい、 OK です。そしたらですね続いてここに人参をまず入れてください。あとはじゃがいもですね。そして玉ねぎも加えます。加えたらですね火にかけてください。これで牛肉の脂をまず絡めましょう。火加減中火です。これでだいたい3分ほどですね炒めてください。そしてお野菜からのね旨味も出していきます。最初に焼いていただくとね煮崩れもしにくくなります。さっとね油が回ったらこちら分量外ですが塩をね1つまみほど入れてください。そして炒めます。このように塩を入れて炒めていただくことで野菜からね旨味が出やすくなります。はい、今ね3分ほど炒めました。そしたらここにお肉を戻し入れてください。そしてお野菜とお肉を絡めます。これで30秒ほど炒めてください。30秒ほど炒めたら続いて糸こんを入れます。そしてまた混ぜましょう。このように全体がよく混ざったらここにお水を入れます。続いてお酒ですね。そしてみりん、だしの素、あとは蜂蜜を加えます。そしたらですね一度よく混ぜましょう。これでですね最初にだしと甘みを入れていきます。このタイミングでお醤油も一緒に入れてしまうと甘みがね入っていかないので最初に甘みを入れて軽く煮ていきます。全体がよく混ざったら火加減中火にします。これで2分ほど煮込んでください。はい、今ね2分ほど煮込みました。そしたらここにお醤油まず大さじ2杯回しかけてください。そして一度混ぜます。お醤油を加えたら火加減弱火にします。そして落とし蓋をしてください。今回はアルミホイルを使って落とし蓋をします。やけどしないように落とし蓋をしてください。そしてこのまま10分間まず煮込んでください。はい、今ね10分経ちました。そしたら落とし蓋を外してください。はい、今このような状態です。そしたらですね一度竹串などでじゃがいもを刺して火が通ってるかチェックしてください。これで竹串がスッと入れば OK です。もしねまだちょっとじゃがいもが硬い時はじゃがいもが柔らかくなるまでもう一度落とし蓋をして煮込んでください。そしたらですね火加減一度中火ぐらいにしてください。このままですね5分ほど煮詰めていきます。煮詰める時はですね時折フライパンを傾けてお玉で煮汁を作ってこの煮汁をね上にかけながら煮詰めてください。ちょっとね一手間ではあるんですがこうしていただくとね味ムラもなく美味しく仕上がります。ここであんまり混ぜすぎると煮崩れの原因になりますのでこのように混ぜずに汁を上にかけながらね煮詰めていただくといいかなと思います。
はい、今5分間煮詰めました。そしたら火を止めてください。今こんな感じでね、煮詰まって味も染み込んでる状態です。ここでポイントです。ここからですね、一旦肉じゃがを冷ましていきます。そして最後に絹さやとお醤油を仕上げで回しかけて仕上げていきます。一度冷ましていただくことでしっかりね、味を染み込ませることができます。じゃあもう一度ね、ここに落とし蓋をしてください。そしてこのまま一旦冷まします。だいたい1時間ぐらいですね、冷ましていただければいいかなと思います。はい、肉じゃがが冷めました。そしたらね、落とし蓋を外してください。このようにね、しっかり味が染み込んでます。そしたら最後ですね、ここに絹さやを入れてください。はい、そしたら火にかけて一度絹さやの上にね、この漬け汁をかけてください。そしてそのまま落とし蓋をします。あとはですね、再沸騰するまでこのまま加熱してください。絹さやは火を通しすぎるとね、色味が悪くなるので最後に加えてください。はい、このようにね、くつくつ沸騰しました。そしたら落とし蓋を外して最後にこちら残しておいた大さじ1/2の醤油を回しかけてください。醤油をね、一番最後に入れていただくことで味が締まって美味しい仕上がりになります。そしたらですね、この汁を全体にかけて醤油をね、なじませてください。さーっとね、混ぜましょう。最後はですね、絹さやに火が通るまで加熱してください。あんまり動かしすぎるとね、じゃがいもが煮崩れしてしまいますので、さっと混ぜたらですね、このまま動かさずに絹さやに火を通してください。はい、 OK です。絹さやの色が鮮やかになったら火を止めます。これで肉じゃがの完成です。しっかり味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。はい、これで肉じゃがの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材全体にしっかり味が馴染んで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではじゃがいもからいただきたいと思います。いただきます。もうしっかり味が染みててすごく美味しいです。じゃがいもにね、お肉の旨味がしっかり染み込んでますね。じゃあお肉もね、いただきたいと思います。いただきます。お肉の甘みがね、すごく引き出されてます。全体的にすごくね、コクのある仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の肉じゃがのポイントです。まず具材に関してなんですが、できるだけね、同じぐらいの大きさに切るようにしてください。そうすることで火の通りのムラがなくなります。そしてお肉に関してなんですが、今回は牛肉を使ってます。こちらはね、豚肉で代用していただいても OK です。お肉を選ぶときは少しね、脂身が多いものを選んでいただくと脂の甘みも出て美味しい仕上がりになります。そして糸こんに関してなんですが、こちらは食べやすい大きさに切って、その後少し熱湯をかけてください。このね、熱湯をかけていただくとこんにゃくのちょっと独特な臭みを抜くことができます。そして最初にですね、お肉を軽く炒めて、一旦お肉は取り出して、そのお肉から出た油で野菜を炒めてください。そうすることで野菜にね、肉の旨味が染み込んでとても美味しい仕上がりになります。さらにですね、野菜をちょっと炒めていただくことでお野菜からもね、旨味を引き出すことができます。そしてその後ですね、牛肉を戻し入れて、だしの素とあとは甘み系の調味料を加えてください。お醤油をこのタイミングで一緒に入れてしまうと甘みが具材に入っていかないので、最初はお醤油抜きで軽く煮込んでください。そしてその後ですね、お醤油を加えて一旦煮込んで、煮込み終わったらですね、一度火を止めてそのまま一旦冷ましてください。このように一度ね、煮込んだ後に冷ましていただくことで味がギュッと具材に染み込みます。そして最後仕上げなんですけれども、絹さやに関しましては最初から入れてしまうと変色してしまったり食感も悪くなるので、絹さやは最後に加えるようにしてください。そしてさらにですね、醤油に関しましても最後に少し回しかけていただくことで全体的に味がしっかり締まって美味しい仕上がりになります。そして今回甘みに蜂蜜を使ってます。蜂蜜を使うとね、コクが出てとても美味しい仕上がりになるんですけれども、蜂蜜が食べれない場合はですね、こちらはお砂糖で代用してください。その場合はだいたい大さじ1杯から2杯ほどを目安に調整しながら入れていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は肉じゃがを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。
ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。